本日は緊急小口資金総合支援資金自立支援金が申請期限延長11月までになりまして、また再度返済方法や償還免除の条件、返済が始まる時期についてご説明させていただけたらと思います。市議会議員の加藤博美と申します。コロナ禍によるこれらの特例貸付は11月末が申請締め切りになりまして、あと2ヶ月弱まで間もなくなりますので、申請の方は問い合わせなどしてもらえたらと思います。緊急小口資金は総合支援資金自立支援金の制度の内容について本日はお伝えさせていただいております。ご説明内容としては、申請方法、申請先、返済免除がどのような条件が必要か、返済免除の申請方法はいつやればいい、住民税非課税であっても返さないといけないのか、住民税非課税世帯とは毎月いくら返すことになりますかというご説明をしていただきたいと思います。これらは21年10月の情報になりますので、変更点などありましたら地域によって異なるためご了承いただけたらと思います。他にも情報などお伝えいたしますので、チャンネル登録お願いいたします。緊急小口資金というのが流れとしてはですね、借りていただいて、そして借りてからですね、1年後に返済開始が始まります。で、1年後に返済開始が始まりまして、2年間で返済という形になります。この緊急小口資金はですね、新型コロナの影響で収入が減少した世帯を対象にした国からお金が借りられる制度になりまして、上限は1世帯あたり20万円、借りられるのは、1回だけなんですが、無利子で保証人は不要となっております。生活再建までの間の生活費が必要な方が対象で、もう一つ総合支援資金というのがありまして、緊急小口資金を借りてそれでもまだ厳しいという方にはこちらの制度もございます。新型コロナの影響で収入が減少した世帯を対象に最大3ヶ月国からお金が借りられる制度になります。上限は2人以上の世帯は月20万円、単身世帯は月15万円、原則3ヶ月借りられることが可能ということで、2人以上の世帯であれば20万円、20万円、20万円と最大60万円まで借りることができます。こちらも無利子で保証人は不要となっております。返済期限は10年以内となっております。総合支援資金の流れとしましては、借り手から1年後返済開始が始まりまして、10年間で返済となります。こちらですね、ぼちぼち返してもいいし、一気に返してもいいしという形になります。総合支援資金は再貸付がありまして、緊急小口資金と総合支援資金の貸付が終了した世帯は自立相談支援機関による支援で上限60万円の再貸出が利用できます。さらに再貸付が不承認となった世帯も一定の要件を満たせば、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が単身世帯に月6万円、2人世帯月8万円、3人以上世帯に10万円が支給されます。こちらもすべて申請制度になりますので、社会福祉協議会に確認して申請する必要がございます。借りたい方はお近くの社会福祉協議会までお電話して聞いてみましょう。償還免除のポイントがありまして、小口資金も総合支援資金も償還免除される場合がございます。こちらも申請しなければならないので、償還免除と対象となる方は、借受人と世帯主が住民税非課税であれば対象となりまして、その他の世帯の課税状況は問われず、判定時期と判定対象となる課税要件は資金の種類により異なります。償還免除について奈良県については、令和3年度4年度のいずれかにおいて住民税非課税である場合、一括免除となります。総合支援資金について初回貸付、延長貸付、再貸付の3つの貸付単位に分けて償還免除を判定されます。それぞれの免除判定時期については、
借受人と世帯主が住民税非課税である場合、それぞれの単位ごとで一括免除となります。貸付単位あたりの一括免除の上限額は単身世帯45万円。2人以上世帯が60万円になりまして、こちらですね、具体的な手続きは、厚生労働省において検討中になりまして、詳細が決まり次第ご案内されます。特例貸付免除の非課税、住民非課税については、住民税非課税なのに確定申告をしていなかったために非課税になっている場合もあります。住民税非課税の場合というのは、収入がいくらまでなら住民税が非課税になるのか。以下の条件に該当する人は、所得割も均等割もかかりません。自治体によって例外はございますが、生活保護法の規定で生活補助を受けている人、障害者、未成年か不のいずれかで前年の合計所得金額が125万円以下の人、前年度中の合計所得金額が市町村などの条例で定める額以下の人に当てはまりますので、夫婦プラス子供2人で所得161万円以下など、このあたりの方は非課税世帯になる可能性がありますので、確定申告をお勧めいたします。それでも無理な場合はどのような返済計画を立てるか。国資金であれば20万円の返済であれば2年なので1年で10万円、月8300円程度。総合支援金は60万円借りた場合は10年で返済のため年6万円。月5000円程度の返済になります。返済が厳しい場合は、まずは社会福祉協議会にご相談くださいということでございます。様々な情報をお伝えしていますので、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。いいねボタンやコメントいただけたら励みになります。ありがとうございます。